昨日時雄は浪江町のホテルプレジール浪江に連泊なので、原発と津波地震の複合被害の被災地を訪ねます。昨日訪れた請戸方面へまず進みます。浪江町の請戸は海岸に面した町ですが、この辺りまで来ると家屋はなくダンプが行き交う風景があります。双葉町に入り諏訪神社へ行きました。鳥居をくぐろうとすると分厚い蜘蛛の巣が張っています。あまり人が訪れていないことが伺えます。諏訪神社は山の擁壁に沿い結構急な階段があり、参道が設けられています。途中に本殿まで参拝できない方に仮にお参りする養拝所が設けられています。途中まで登ると双葉町の平野が一望できました。田畑や家屋は付近には見当たらず、ソーラーパネルと工事現場が広がる風景でした。参拝する人はあまりいないようでしたが、本殿は近年建て替えられているようで綺麗な建物でした。神社の敷地は高台になっているので、震災時には津波の避難所になっていたようです。石碑によると、双葉町浪江町の40数名が震災時境内に避難し、寒空に暖を取り一夜を過ごしたそうです。神社前に馬頭村の石碑がありましたが、知らなかったのですが、神仏習合の時代に馬頭観音というインド由来の観音が神道により祀られていた神で、交通健康にご利益があると信じられていたようです。ここは双葉町なのですが、なぜか浪江町の標識が打ち捨てられていました。そのまま海岸線を原発方面へ向かい、少し入ると八幡神社があるので立ち寄ってみました。鳥居も本堂狛犬までもが真新しいものでした。おそらく津波で被災し、全部流され再建したのではないでしょうか。ただ訪れた時はこちらにも鳥居に蜘蛛の巣が張っており、あまりお参りする方がいないようでした。神社の近くには1階部分が津波で流されたであろう放置された家屋と、同じく1階部分が流されたであろう作業場のような施設がありました。フォークリフトと自動車の残骸がありました。付近にはもう形がなくなって何か分からなくなった鉄骨の瓦礫が積み上げられています。また聖高立ち層に囲まれて軽自動車とかろうじて分かる残骸や農機具らしき残骸が放置されています。そしてその放置された瓦礫のすぐ近くには広々とした芝生が広がり、無人ロボット芝刈り機が動いていました。東日本大震災原子力災害伝承館です。かなり立派な建物です。この施設は知らなかったのですが、一般で見学できるらしいので入場してみました。料金は600円でした。ちょうど修学旅行と思われる学生さんたちが多く訪れています。混雑していたのであまりゆっくり見られなかったのですが、展示内容については評価できるほどの時間をかけられませんでした。ただ僕は震災と原子力災害を分けて展示するべきだと思いました。できれば別々の建物で展示するべきだと思いました。同時発生しましたが別の事象だと思うからです。右に行くと県道391号で原発のある大熊町に抜けるようですが、右折できませんでした。そのまま U ターンして西へ向かいます。海から離れ海抜が少し高いせいか家屋が残っているようです。現在居住されているのかどうかは分かりません。
しばらく行くと双葉町役場の掲示板がありました。告示が災害当時そのままの状態で日付が残っています。平成23年3月の日付の告示です。役場は原発事故後放置されていたようで、植木は荒れ、雑草が生い茂り、廃墟の様相を呈しています。少し西に進み、国道6号に出て原発の方に進んでみます。国道6号は通行禁止が解除されているようですが、途中警備の方に聞きましたが、車バイクは通行可能ですが、徒歩や自転車は原発方面は通行禁止になっているそうです。高圧線の伸びる先が福島第一原子力発電所です。ここを左折すると原発ですが、バリケードが張られ通行止めになっていました。一度原発近くを行き過ぎましたが、もう一度引き返します。高圧線の向こうに見えるクレーンあたりが福島第一原子力発電所です。ここが最も原発の近くに来た場所と思います。地図上で確認すると原子炉から約 2.3 キロほどでした。これ以上は関係者以外立ち入り禁止でした。旅の目的地はあっけないほどの風景でした。しかしこの何気ない風景のほんの向こうにはチェルノブイリと並び世界を揺るがした施設があるのかと思うと、何か不思議な気がしました。原発を後にして国道を避け海岸に沿い北上していきます。耕作放棄地の寂しい風景が広がります。南相馬市まで来ました。海老沢稲荷神社に立ち寄りました。本殿横には漁船の碇と思われるものと、中には狐さんたちの神様たちがお祭りしてありました。漁師さんたちの信仰のお稲荷さんでしょうか。しばらく行くと南相馬市立福浦小学校跡がありました。校門の傍らには真新しい閉校記念碑がありました。原発事故後避難地域に指定され、
その後他の地域のいろいろな小学校中学校に校舎を間借りしながら存続していたようですが、1873年から148年続いた学校は今年2021年3月に閉校されたそうです。関係者の方々は避難住民の方々が帰還した時に小学校が必要だろうと事故後10年経っても諦めずに継続することに奔走されていたのではないかと想像します。記念碑には校歌が記してありました。畑も田んぼも豊かな実り、ここは浦里我らの故郷とあります。付近の雑草の生い茂る耕作放棄地と住民のほとんどいなくなったであろう近隣を考えると切なくなります。この後ホテルに戻りランドリーを済まし食事をいただきぐっすりです。今回はちょっと動画が長くなるのですが、昨日と今日見学した地区の位置的な説明を Google Earth を使ってしたいと思います。前日と今日訪れた浪江町請戸地区を中心に見ていきたいと思います。まず2009年の震災前の衛星写真です。こちらの楕円形の屋根が今回訪れた請戸小学校です。付近に里山、家屋と田畑、そしてすぐ近くに海のある素晴らしい環境です。もう少し北へ行くと住宅が密集していて、その海側には請戸漁港があります。多くの漁船が停泊し漁業でにぎわっていたのが分かります。また西に目をやると広々とした田畑が広がっています。衛星写真の時計を少し進めてみます。震災のあった2011年3月です。小学校付近の家屋もなく、漁港近くの家屋も港の漁船もなくなっています。震災からほぼ1年後の2012年1月を見ていますが、あまり変化は見られず、瓦礫がまだ散乱しているようにも見えます。請戸小学校だけがその姿を残しています。最新の衛星写真の2020年6月を見ています。僕が訪れた時は小学校の西側のこの辺りは塀から見えたのですが、渦高く積まれた瓦礫がありました。きれいに区画割りをした場所が確認できます。住宅地のようにも見えますが、よく見ると道路に面していない区画もあり、住宅地ではないと思われます。現地を訪れると2メートルほどかさ上げされた土地になっていました。何でしょうか。分かりませんでした。位置関係としてはこの辺りが原発です。請戸地区までの直線距離は約6キロほどでしょうか。今日訪れた双葉町は請戸の南に位置します。双葉町の南側の林の部分からは立ち入り禁止になっていました。明日は原発を背に海岸線を北上し石巻へ向かいます。